ツンデレ、わがまま、好戦的。そんな性格の猫を気が強いと言いますが、ある意味賢い猫とも言えます。経路で性格の傾向が見られると言われる猫。そんな癖が強めの性格をしている猫とはどんな猫でしょうか。麦わら猫とはちょうどキジトラとチャトラをパッチワークのように貼り合わせたような柄をしている猫のことです。遺伝子的にほとんどがメスであることも特徴です。そんな麦わら猫は猫の中でも特に気が強い性格と言われます。自我が強い、独立心が旺盛であるなど、気の強さには様々なイメージがありますが、麦わら猫はプライドが高いのかもしれません。他の猫に対しても気の強さを見せることがあり、同居猫にちょっかいを出すこともあるようです。大きな喧嘩になるということはないようですが、多頭飼育の場合は気をつけてあげた方が良いですね。なお、飼い主に怒られても我関せずとケロッとしている子が多いとか、またメスが多いことも性格に影響しています。麦わら猫に限らず、メス猫は基本的に単独で子育てをしますが、オス猫や外敵から我が子を守るために気が強くなくてはなりません。そのため、麦わら猫の気の強さは、母としての本能でもあるのですね。真っ白で気品があって、つい見とれてしまう白猫も、気が強いと言われます。この白猫が気が強いのにも理由がありました。それは白い色は自然界でとても目立つため、敵から襲われる危険性が高く、常に気を張っておかなければなりません。確かに森の中でも土の上でも夜の闇の中でも、白い猫は目立ちますよね。そのため常に敵の目を気にしながら生きてきたこともあり、警戒心が強いのだと言われています。そういう理由から白猫は注意深く、神経質で繊細な性格の猫が多いのだとか。つまり自分自身の身を守るために形成された性格なのですね。そのせいか少しの物音で驚いたり、慣れていない人が体を触ると嫌がったり、自分のテリトリーが侵されそうになると怒ったりします。白猫を迎えるのであれば落ち着いて生活できるよう、適度な距離感で接してあげるのが良いですね。ただし警戒心が強い白猫でも心を許した飼い主さんの前では安心感からとても甘えん坊になりやすいようです。迎えた当初と数年経った頃では別人のように変わるとか、一緒にいればいるほど距離が近くなり、慣れた飼い主にだけ甘えん坊という猫好きにはたまらないツンデレタイプですね。その分独占欲も強くなりやすく、多頭飼いの場合は他の猫を威嚇したりすることもあるので要注意です。シャム柄というのは、鼻先や足先、尻尾や耳だけに色がある短毛の猫のことで、シャム猫だけでなくその血を引く雑種もそのような柄をしていることがあります。青い目にしなやかな体つきをしていて、その第一印象は高貴であると感じる方が多いのではないでしょうか。しかしその性格はわがままでいたずらっ子という見た目とのギャップが激しい性格をしています。一見クールそうに見えるこのシャム柄猫、実は気が強いのです。気に入らないことがあれば飼い主に向かって泣き、何かを伝えようとすることもあるでしょう。おしゃべりな猫としても有名で、甘える時や飼い主さんに要求をしたい時など、他の猫に比べて泣くことも多いです。猫が泣くのは遊んで欲しかったり、ご飯が欲しかったり、何かを訴えている時が多いです。つまりそれだけ自分の欲求が強く、自分の意思を人間に何とか伝えようとして泣いているのです。そして欲しいタイミングでご飯が用意されていないと、飼い
い主に文句を言ったり、しつけを無視したりする。なんともわがままで気難しいところがあります。それもご愛嬌と愛情を持って接してあげてくださいね。仲良くするコツとしては、シャム柄の猫は運動量が多く、活発でいたずら好きな一面もありますので、おもちゃなどを使ってたくさん遊んであげると、とっても喜んでくれます。最初は警戒されますが、慣れるとかなりの甘えん坊で、飼い主さんや優しくしてくれる人と一緒にワイワイと遊ぶことが大好きです。危害を加えてこないと判断した人やペットとはとことん仲良くしてくれます。もし猫によく話しかける方なら、シャム柄の猫はおすすめですね。まるで会話しているように一緒に暮らすことができたら、とても楽しいと思いますよ。猫の毛柄の元をたどると、キジトラ柄に行き着きます。キジトラは家猫の祖先であるリビアヤマネコと同じ柄でもあるのです。そのため、キジトラ柄の猫には、野生の本能が最も強く残っていると言われます。野生的な性格のために好奇心旺盛で遊び好きでもあるのですが、警戒心も強く神経質だったり好戦的だったりします。子猫の時から飼っていればすぐ慣れますが、性病であれば迎えてしばらく経っても触らせてくれなかったり、目の前でご飯を食べなかったり、ちょっと寂しいかもしれませんね。しかし、安心できればキジトラも他の猫のように甘えることがあります。キジトラは自分に危害を加えないかどうかをじっくり判断しているので、無理に撫でたり触ったりしてスキンシップを取ろうとすると、さらに警戒されるのです。仲良くなる秘訣は、いつもご飯をあげたり、トイレを掃除したり、献身的にお世話をすることと、無理やりベタベタ触らないこと。いつもツンとしているだけに甘えてくれたらこの上なく可愛いでしょうね。そして野生に近いせいか、キジトラは狩猟本能が強い傾向があります。遊び方もワイルドでとても元気で活発です。部屋中をフルに使って機敏に動き回り、おもちゃで遊ぶことも好みます。遊べないとストレスがたまり、ますます攻撃的になることもあるため、一緒にたくさん遊んであげることで距離を縮めると良いですね。また、キジトラ猫は賢い傾向にあります。構ってもらうためにわざと物を落としたり、フードの入った棚の扉を自分で開けたり、自分の要求を通すために計算高く頭を使っています。一緒に暮らすと、そんなあざとさも愛おしく感じてしまうのではないでしょうか。キジトラはいつもベタベタするタイプではないですが、甘えるときは思いっきり甘えます。その気がないときは完全に冷たい態度を取られるのですが、そのギャップがまた可愛らしいのです。白、茶、黒の3色の毛色を持つこの三毛猫。麦わら猫と同様にほとんどがメスなので、性格の傾向にもメスらしさが現れていると言われます。気まぐれでクールながらも思いっきり甘えてくるツンデレさがたまらないという熱狂的ファンも多いです。三毛猫は猫の中の猫と言われるほど猫らしい性格をしており、自分が甘えたい時に寄ってきますが、気の強い一面もあるため、お姫様気質のある猫と言われます。人の好き嫌いもはっきりしており、気分屋でプライドが高いことから、あまりしつこくすると嫌がって離れていきますので、一定の距離で接することが大切ですね。これは三毛猫が国内外で人気の高い毛色であるため、人にこびずとも生きていける環境にあることが関係しているとの説もあります。三毛猫は何とも小悪魔的な魅力がある猫なのです。三毛猫がツンデレで気が強いと言われるゆえんはメスだからだと多くの方がおっしゃいます。それはメスの方が精神的な成熟度が高いから。麦わら猫もそうでしたが、子育てするメスは大人っぽくなる必要があるのです。子供のいるメスは大きな犬も追い返すほどの気の強さがあります。子育ての経験がない飼い猫のメスもその本能を持ち合わせていますが、
飼い猫の方が子猫気分を残しており、その落差がツンデレに見えるのでしょう。野良猫のメスだとツンしかないことも。とはいえ、三毛猫は賢い猫でもあり、環境に適応する能力も高く、しつけもちゃんと覚えてくれます。マイペースなので、焦らず優しく少しずつ教えていきましょうね。一般的に猫はマイペースでわがままな性格をしていると言われますが、その中でも特に気が強いと言われがちな猫たち、それぞれに愛嬌があって、そんな扱いにくさも愛おしいと思えるのが真の猫好きですよね。そんな猫たちに高評価やコメントをいただけると嬉しいです。